こんにちは。こんにちは。今日はですね、中日福祉人材協同組合の理事長の王さんにお話を聞きに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本で働く介護士で外国人の方の受け入れとかってあるじゃないですか。いろいろよく分かんない部分が僕も多いので、順番に聞いてよろしいです？どうぞどうぞ。まずですね、ベトナム、中国、いろんな国があるじゃないですか、から日本に来ます。で、介護の仕事に就いたり勉強したりすると思うんですけど、どういうビザで来るんですか、あれは。まずはまずですね、外国人として日本で介護現場で働けるビザは4つあります。4つ。1つ目は、留学生として。留学生。留学生ビザで、1週間28時間以内働けます。留学生ビザで1週間28時間そうですは働ける。2つ目は特定技能。特定技能。特定技能というビザがありまして、普通の、日本人と同じ扱いっていうふうにされます。じゃあ週40時間とか働いてもいい？週5日間の1日8時間とかは、問題ありません。でこちらの、特定技能の条件2つありまして、日本語試験と技能試験がありまして、そんな難しいことではありませんので、申し込みして試験を受ければ、ほぼ受かるという。でも日本語のN3 とか N4 とかいろいろあるじゃないですか。それを取るってこと？ではないんです。ではない。1時間以上の勉強したことがあると受けることができます。そういうことなんや。そして3つ目は介護技能実習生というビザですね。こちらは、一般的には海外から、面接してそのまま日本に連れてくるという形。条件としては、日本語 N4。そうね、さっき今、N4 以上合格しないと日本に来られないという条件があります。じゃあそれは自分の国で N4 の日本語を取って取ると来れる。そうですね。でも N4 だとなんとなくですけどまだ日本語不十分な感じじゃないですか？それはありますね、正直。で、僕も日本に来て14年なんですが、最初の3年間正直あんまり日本語を喋れなかったんです。でその後すごく上手に喋れるようになったのはやっぱ日本の介護施設に入って、ほとんど周りの方が日本人になりますので、そこでものすごく早く日本語を覚えるように耳で覚えるみたいな感じ。なるほどね。であと一つ働き方は最後の4つ目は、就職ビザになります。就職ビザというのは、介護福祉士取得して就職ビザ取れます。介護福祉士を取ったら就職ビザが取れる。そうですね。で働ける。こちら介護福祉士取得するには2つの方法がありまして、1つ目は専門学校を卒業して資格もらえます。そして就職ビザに切り替えます。でもう一つは3年間以上の現場の経験積んで、社会人としての国家試験を受けます。合格したら同じく就職ビザに切り替えができます。そうなんや。でそれって1回それ取ったらずっと一生日本に入れるの？ずっといられます。ずっとってなの？永住権取れるまでもずっとできます。そうなんですか。永住権取れたら就職ビザじゃなくて、普通の永住者として、いつまでもどんな職業でもやれるというふうにはなります。そうなんですか。もうそれだったら日本人と同じですよね。そうですね。じゃあ介護職の外国人の方を雇うのって、手順を踏んでいけば、そんなにめちゃめちゃハードルが高いっていうわけじゃない。そうですね。真剣にやろうと思ったら、今僕が、おっしゃったような仕組みとかですね、ルールとかしっかり、勉強して確実に自分の介護施設とかに、合う人材が揃うと思いますので。なるほどね。じゃあ後からフレシア天白の服部社長が来るので、いろいろ教えてあげてください。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴルフは今日94です。94。今は6回です。そうですか。6ヶ月だもんね。わかりました。またよろしくお願いします。お願いします。